そう。どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、多くの方が疑問に思う、なぜゴムが太陽になるのかです。ゴムが太陽になるとか、おかしいだろう。はしごを外すなと思っている方も少なからずいるようですが、これは古代アステカなどのメソアメリカを知ると、なぜゴムイコール太陽なのか、その理由がわかります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。太陽の神ニカの元ネタとは何か。それは例えば、僕がしつこく言っているオセアニアンの島々で語られている願いが叶う木、バニヤンツリー、モルジブでニカと呼ばれるゴムの木の精霊なのか、それともインド神話の変幻時代の猿神、ハヌマーンか、いやいやキリストが元ネタだ、エジプトの神だ、などと様々なニカの元ネタが世界中で語られていますが、僕はその全ての太陽神こそが正解であると考えます。つまり結論から言えば、太陽の神ニカの元ネタは一つではない。太古の時代に世界中で信仰されてきた太陽崇拝、その太陽崇拝の化身こそがニカなのでしょう。全ての神話の太陽神の融合、それこそが一つなぎの神です。ただしメインはゴムの木の精霊と考えていますが、まずは結論から先に行きましょう。なぜゴムが太陽になるのか、その答えはサッカーや野球でわかります。順番に行きましょう。まず、こちらの動画でも喋りましたが、小田先生が30年前、19歳の頃に描いたワンピースの原型となった漫画は、フォワードという名前でした。フォワードとはサッカーのフォワードでしょう。小田先生は元サッカー部で、無類のサッカー好きです。そのサッカーの発祥はイングランドだと言われていますが、それよりも前に同じような球技が中国で行われており、さらにその前、メソアメリカの先住民たちはゴムボールで球技をしていました。これをメソアメリカの球技と呼ぶ。この球技で使うゴムボールは、ゴムの木の天然樹脂である真っ白な乳濁液、ラテックスと朝顔の汁を混ぜて作っていたそうです。朝顔とは英語でモーニンググローリー。朝顔イコール太陽。ゴムと太陽。ただし、ゴムボールといっても武装色のように黒くて硬かったという。メソアメリカの球技は大きく分けて3種類。野球のようにヘルメットをかぶって手で球を使う球技。手も足も使わず腰とお尻で球をキープする球技。ホッケーのような棒で球を操作する球技。これらの球技の扱いは現在とさほど変わらず、掛け事も行われ、活躍すればスターになれた。マヤの神話では双子の英雄が冥界シバルバーの王たちとこの球技で戦ったといいます。さらにアステカではこの球技を戦争の代わりに行い、負けた者が生贄にされることもあったそうです。生贄。そう。太陽の神が初めて登場したのはジャヤ。どんどっとっとどんどっとっと。ジャヤの生贄の祭壇はまさにメソアメリカです。そして決定的なのは、古代アステカの人々はバウンドするゴムボールの軌道を太陽だと見立てていたという。そしてそのゴムボールを太陽として寺院に備えていました。これがゴムイコール太陽の元ネタ。バウンドマン。これが全ての答えです。小田先生は30年前から知っていた。だからフォワードというワンピースの初期プロットでゴムの木の精霊メリーを描いている。メリーとは英語で陽気なという意味ですから、明らかに太陽の神ニカの構想が30年前からあり、それがバレないようにジャヤで伏線として描いていた。そして僕は3年前、すでにこちらの動画でニカはジャヤにいたと考えました。こちらです。そしてジャヤでは太陽の神を信仰していました。さらにこのジャヤのモデルは数ヶ月前、オルメカ文明ではないかとも考えました。オルメカ文明とは古代アメリカ文明で最も古く、その後古代アメリカではマヤ文明、ナスカ文明、アステカ文明、インカ帝国などが誕生しています。そしてオルメカとはゴムの人という意味です。意味深ですね。そしてこれら古代アメリカ文明に共通しているのは全て太陽信仰です。さらにいずれの文明も大航海時代、スペインやヨーロッパの人々に滅ぼされています。この辺りの歴史がジャヤや天竜人のモチーフの一つではないでしょうか。つまり天竜人は自分たちが神になるために古い神を滅ぼしたと。これはこちらの動画でも考えました。月の民シャンディアたちも太陽の神を信仰していました。さらにオルメカ文明のゴムの人と呼ばれる石像はコミックス28巻の表紙に意味深に描かれています。そして太陽の神ニカのシルエットは明らかに古代の人の姿であり、関節がないその手足はまるでゴムの人です。となると太陽の神ニカは太古の昔ジャヤにいた。
太陽の神ニカがゴムの人でありジャヤにいた証拠、それは生贄の祭壇です。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアホースバウンドマン。太古のジャヤにゴムの男がいた。硬いゴムボールのバウンドマンイコール太陽。小田先生は30年前から明らかに設定している。それでは次に小田先生はニカのデザインをどの時点で定めたのか。これはニカのシルエットでわかります。ニカのシルエットに最も似ているキャラクターはチャンドラの魔物、槍を持った軽柄でしょう。いや、それよりも前か。175は解放の扉絵が明らかにニカのイメージ。この扉絵は獣のような白い髪のルフィ。太陽のシンボルもしっかりとあります。そしてこの時はまだ木が赤いベールに包まれている。そんな175話の1コマ目はニカと同じ悪魔の実、人の実のチョッパーでした。しかも太陽のシンボルの服を着て変装しています。この服はサンジからもらった服ですが、そのサンジは175話でミスター3を倒して牢屋からルフィたちを解放していました。さらにサンジはニカのようにくねくねしている。明らかにこれが太陽の神ニカの伏線。そして再び話をジャヤに戻しましょう。さらにニカを思わせる扉絵がジャヤでは描かれています。それは293話ボレロです。ジョイボーイとは踊りの神ですからボレロ。ルフィの後ろのウソップは太陽の神ニカみたい。しかも球技。そして3年前ジョイボーイの語呂合わせだろうと考えた1111話でルフィは野球をしています。つまりゴムイコール太陽という意味不明な展開はメソアメリカ文明を知っていれば違和感がありません。大航海時代の侵略者コロンブスはそのゴムボールや黄金を持ち帰ってゴムを知らないヨーロッパの人々を驚かせて英雄になりました。以上、ここまでがゴムイコール太陽の考察です。続いて作品内に見られる太陽の神ニカを見ていきましょう。まず太陽の存在は1話から見出せます。それはルフィがもらった麦わら帽子。麦はギリシャやエジプトでは太陽と収穫の象徴でした。畑で収穫された最初の麦には穀物の精霊が宿ると言われ、その麦を帽子にすれば幸運が訪れると言います。そこからさらに麦はキリスト教の象徴ともなっています。聖書にも一粒の麦という文節があります。麦はわずか一粒でも大地に落ちれば、そこから成長して数多くの実を結ぶことから、一粒の麦とは人を幸せにするために自ら犠牲になる人やその行為を表します。それこそが聖書の教え、隣人愛であり、さらにその自己犠牲の精神は日本の任教と同じ心意気です。また太陽崇拝といえば熊が祈っていた太陽十字でしょう。ネットを検索すればわかりますが、ワンピースでは大昔から太陽十字の衣装が使われていますから、数十年前から小田先生が太陽崇拝を忍ばせていたことがわかります。そもそも1話のタイトルがロマンスドーンです。ドーン、夜明け、暁、あけぼのという意味ですから、太陽への暗示はバッチリです。1話で怒って登場したルフィは、ゴムゴムの実を食べた後、2ヒット容器になっていました。ニカという笑顔を表す擬音は56話まで温存していたようです。56話とはもちろんゴムを表している。56話では3時の先輩コックが作中で初めてニカという笑顔を表す擬音を使いました。この先輩コックは3時の夢、オールブルーを否定しています。オールブルーとは分断された4つの海が1つになった海域です。つまりオールブルーが実現する時とはある意味で世界が全て海に沈んだ時、これを否定しているのがニカですから、沈みゆく世界を止めるのがゴムでありニカか、そのように読み解けます。もちろん世界が沈まなくてもサンジは別の意味でのオールブルーを見つけると思いますが、そんな56話のタイトルは嫌なこった、ゴムは嫌なこった、ゴムゴムノーとはゴムゴムノー。冗談はさておき、ゴムをもっと考えていきましょう。56という数字を反転させた数字は65ですが、65巻の作者欄にはニカが描かれています。そこでは5番アイアンとゴルフの話をしている。ゴルフとは5、ルフ、5、ルフィ、ギアフィフス、ルフィ。一方56巻の表紙のイワンコフの髪型はゴムゴムの実にそっくり。56巻の作者欄のイラストもゴムゴムの実のような髪型で、
カニの話をしている。ニカの反対はカニ。頂上戦争ではカニちゃんこと稲妻がイワン国の紙の中から登場。そしてワノ国に上陸したルフィはカニで目が覚めましたが、ワノ国の終わりでルフィはニカに覚醒しています。さらに決定的なのが20巻の SBS でしょう。20巻 SBS の読者の質問は、人の実を人間が食べたらどうなるのか。この質問に対して小田先生は、人となると大きな文字で答えています。人となるとは、成人する、大人になるという意味の他に、神が人の姿で降臨するという意味もあります。ここに人の実が神になることがほのめかされています。そんな人となるの語呂合わせは、人となる。1107。1107話のタイトルは、あんたを探してたんだ。ボニーが長年探していた太陽の神ニカがルフィだと分かった回です。さらにこの1107話では、同じくニカを探してエルバフの巨人ドリート・ブロギーが上陸。このドリート・ブロギーの盾は太陽の盾スーバーリン。そして20巻 SBS のイラストにも太陽の盾スーバーリン。一つなぎ。そして最後に考えたいのはニカという名前です。この世界にニカという意味がある言葉は3つだけです。モルジブでゴムの木を意味するニカ。日本語で笑いを意味するニカ。ニカニカ。ギリシャ語で勝利を意味するニカ。このうち以前も考えた通り、ギリシャ語のニカとは勝利の女神ニーケと同じ意味です。そのニーケの選手像が1巻の1ページ目にいます。以上です。これらのことから小田先生が30年前からニカについて考えていたことがよくわかります。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強をすうの理論に滑り倒すダジャレと恩師なんだ。私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで釈迦じゃないよ、釈迦より